源氏物語イラスト役の愛です。この動画では古文速読トレーニングのやり方をお伝えしています。イラスト役本編では原文と現代語訳が流れますので、一語一語照らし合わせて内容を確認し、その後に浮き出るイラスト訳で状況をイメージします。はじめは古語や文法もわからず流し読みする感じかもしれませんが、そのうちに何度も出てくる重要古語や文法事項が頭に入ってくると思います。現代語訳が出てくる前に大まかな訳が浮かぶように、イラスト訳が出てくる前にイメージが湧くように、そこまで解釈できるようになれば古文速読の達人です。イラスト訳はどこからでもいいので、何度も見てトレーニングをしていきましょう。また後半では今回出てきた文法事項や古文常識などを解説していますので、最後までご視聴していただけるととても嬉しいです。それではイラスト訳本編のスタートです。第3章うつせみの第10話、いよいよ光源氏が予売に突入する場面です。光源氏は人妻のうつせみと一夜を共にします。しかし彼女はそれ以降彼の求愛を拒み続けるため、源氏は弟の小君を使って再度木の神邸に忍び込み、うつせみと野木場の荻の囲碁を打つ場面を垣間見ます。そのうちに碁を打ち終えて眠りにつくのか、女たちの絹ずれの音が聞こえてきました。ではこの後の展開いってみましょう。お民はつまどを叩きている。皆人々寝静まり寝にけり。この障子口にマロは寝たらん。風吹き通せとて畳み広げて伏す。子たち金菓子のひさしに糸あまた寝たるべし。と話しつるわらわもそなたに入りてふしぬれば。とばかり空寝して。ともしび赤き肩に屏風を広げて影ほのかなるに。やおら入れ立てまつる。いかにぞ。おこがましきこともこそとおぼすに。いとつつましけれど。導くままに。もやの貴重の片びら引き上げて。いとやおら入りたもうとすれど。皆静まれる夜の。温ぞの気配柔らかなるしも糸しるかりけり。
お楽しみいただけましたか？単語や文法は頭に入りましたでしょうか？今回の重要語語はこちらです。また、文法事項はこちらです。今回は記具の用法についてです。まず、形助詞について押さえておきましょう。ぞ、なむ、や、か、こそ、わ、も。これが形助詞です。形助詞というのはその名の通り、述語にかかっていって、その述語に影響を及ぼす助詞のことです。かかり結びの法則が有名ですね。その中で、もという強調の形助詞と、ぞこそという強調の形助詞が連動したもぞ、もこそ。これがかかり結びの前振りとなった場合、記具の意味が生まれます。例えば、雨もぞ降る、雨もこそ降れというかかり結びの法則が成立している場合、ぞこそが強調の形助詞なので、述語が強められるわけですが、その前にさらにもという強調の形助詞がつくことで、さらに述語が強調され、記具の意味が付随します。雨が降ったらどうしよう、大変だ。この状況を心配している文脈になるわけですね。さらに、この述語が省略され、もぞ、もこそのみで用いられる場合もあります。今回もその形で出てきましたね。では、今回出てきた記具の用法を見ていきましょう。おこがましきこともこそ。大学入試ではこんな箇所の現代語訳が出題されます。もちろん、重要語語、おこがましも大切ですが、もこそに気づけるかどうかが重要な解釈のポイントです。おこがましの重要語語の訳、そして記具の訳質をきちんとできることが、記述問題でもマーク問題でも正答にたどり着く鍵となりそうです。また、こうした記具の用法は、心情説明問題として大学入学共通テストにも出題される可能性があります。次の問題を一時停止してやってみてください。もちろん、まずは、傍線部の分析です。愚かなことになったら大変だという基本の訳とイメージを持った上で選択肢を見ていきましょう。まずは選択肢1。小気味の導くまま入るのはなんだかおこがましい。重要語語のおこがましを現代語のおこがましい、身の程知らずだという意味に当てはめてしまってますね。また、もこその記具の訳質も入っていません。選択肢2を見てみましょう。小気味の導くまま入るのはなんだか夢のような気がして、おこがましの重要語語が入っていませんよね。もしかすると、うさんくさくというマイナスイメージがおこがましなのかなと思った人もいるかもしれませんが、かえってあたりの解釈が記具のイメージとずれています。次に選択肢3です。小気味の導くまま入っても、決してうつせみには会えないだろうという諦め。これもおこがましとずれていますね。おこがましの意味がわからなくても、記具の訳質が入っていないことは明らかです。選択肢4。小気味の導くまま中に入って、うつせみにやっと会えるのだという期待と希望。おこがましの意味と真逆ですよね。心躍っているというのも記具とは違いますよね。そしてラストの選択肢5です。小気味の導くまま中に入って、みっともなく失敗。おこがましのイメージにマッチしますね。かもしれないという部分も記具の用法にぴったり。ということで正解は5番となります。さあ今回も第3条うつせみからのイラスト訳でした。第1条起立簿からここまでの再生リストについては説明欄のリンクに貼っておきました。よかったら日々の受験勉強のサポートにお使いください。最後までご覧いただきありがとうございました。何かお気づきのことがあればコメントいただけたら嬉しいです。それではまた。